皆さんこんにちは、あずきニットです。今回はカーディガンを編んでみたいと思います。肩から裾の方に向かって編んでいく編み方で、脇の下まではまっすぐ編んでいき、前身頃の方だけ襟カーブをつけてみようかなと思ってます。よかったら、チャレンジしてみてください。作り目の方だけですね、7号のかぎ針を作り目の方は編んでいこうと思います。で、本体の方は6号針を使って編むことにします。ハサミ、閉じ針、マーカーなどがあると便利ですよ。今回のですね、式かすりっていう糸はですね、100円ショップさんで見つけた糸になります。こちらの糸を使ってみたいと思います。はい、綿が 57%、ポリエステルが 28%、ナイロンが 15% で、糸の長さが56メートル、1玉が25グラムの糸になります。こんな感じの糸を使って、チャレンジしてみようかなと思います。皆さんもね、似たようなゲージの糸があったらちょっと編んでみてください。はい、それでは、編んでいこうと思います。お持ちのメジャーを使いまして150センチのところ、はい、150センチのところで、ここなんですけど、150センチのところにこう指でつまんで編み始めることにしました。7号針を使っていきます。後ろからトン、そして針先をくるっと回し、そしてバッテンになったところをいつものように鎖でこう引き抜きます。はい、いつもでしたらね、この次から1目2目って数えていくんですよっていうところですね。はいはい、でここでですね、1目2目って数えていくのは同じなんですけれど、こちら側にあるね、糸端の方の糸を針にかけて編んでいこうと思います。二重鎖にすることによって作り目から、長編みを編む時にとても楽に編めますので、こちらは皆さんにおすすめしたいと思います。こちらのね、150センチ避けといた方の糸端がある方の糸ですね、こちらを手前から向こうにかけます。かけたら中指でちょっと押さえといてください。はい、かけ方がですね、こうじゃなくて、手前から向こうにかけるようにします。はい、はい、そして編む方の糸はこちらの糸玉の方の糸で編んでいきます。はい、このようにスタンバイし、このまんまですね、両方いっぺんにかけて抜きます。はい、これがスレッドコードの1目目になります。で、1目目だって分かるように印を入れておくといいかなと思いますので、この1目だって今はっきり分かっている状態なので、ここで、このようにね、こんな感じで印を入れておこうかなと思います。こちらが1目目になります。はい、こっちからこういう風にかけます。かけたらまた中指か何かで押さえておいてください。はい、そして編む方の糸はね、こっちですね。こっちの糸で、糸をかけて全部引き抜きます。はい、スタンバイして糸をかけて全部引き抜きます。はい、でこれが2目目のスレッドコードになります。はい、ですね。じゃあこのまま続けて3目4目と編んでいきますよ。はい、3目4目5目6目7目19、20、こんな感じでですね、全部で123目編むまで編んでいこうと思います。122、123目、はい、123目編んできました。糸はこのくらい余ってます。はい、でこう123目目のところにも印を入れておこうと思います。はい、はい、ここが123目目になります。そうしましたらね、針を変えます。はい、1号を落として6号針に変えました。はい、編んでいく方は、長い方の糸になります。糸玉の方で編んでいきます。まず鎖を3目で立ち上がります。
で裏に返しますね。はい。はい、でいつもだったらね、この辺に編むのかなっていう感じなんですけど、スレッドコードの作り目をしました。なのでこのね、今マーカーが入ってるところ、マーカーが入ってる目が鎖3目の足になります。土台部分になります。台の目にして長編みを1本編んだことと同じことになります。はい、ではここの印の隣に、このようにね、上から針を入れますと、こう2本通ると思うんですよね、スポット。こっち側から見ても2本、こっち側から見ても2本。このような感じでこれから、ここの V の中にね、ぐさぐさっと、編み目を作って、長編みを編んでいこうと思います。はい、それではまず糸をかけて、この印の隣のこちらに針を入れます。はい、こんな感じで入れます。入れましたら普段通り長編みを編んでいこうかなと思います。はい、これで、ちょっと緩くなりましたね。もう一回編む前はね、ここねギュッと締めておくといいですね。はい、ギュッと締めといて、はい、で、印入れてあるとここですね。ここの隣に向かって糸をかけて入れて引っ張ってストップかけて2本ずつ取ります。はい、これで、2目目のこれを、最初の鎖3目を長編みとしますと2目目の長編みができたことになります。はい、こんな感じで1目ずつね、前目に向かって長編みを編んでいこうと思います。はい、で、こちらのね、短い方の糸は、後でね、閉じ針で閉じといてください。編みくるむ必要もないので、このまま編んでいきたいと思います。編みくるむのがね、お好きな方は編みくるんで編んでいってくださいね。はい、私はこのまま編んでいきます。はい、最後の目になります。この印を入れておいたところ、最初にね、印を入れておいたところが最後の目になります。これで123目が編めたことになります。はい。で、表側はこちら側になりますので、表側がわかるように印をね、ちょっとこれを外して、表側がこっちですっていうのがわかるようにね、どこでもいいので印をつけておいてくださいね。はい、それでは今度裏に行きます。はい、まず一目立ち上がります。はい、立ち上がったら裏に返して細編みを編みます。細編みはもういつもの通りの場所です。こちらに針を入れて細編みです。はい、細編みを一目編みました。編み始めが気になる方はここに印を入れておくといいですね。はい、2目細編みを編みました。そうしましたら3つ飛ばしたところの4目目に長編みを編みます。糸をかけて4目目のところに長編みを編んでいきます。はい、4つ目のところですね。3つ飛ばして4つ目に長編みを編みました。この後はまた1目鎖目を編んで、また同じところに長編みを編みます。はい、編み終わったら鎖を5目編みます。3、4、5目。はい、5目鎖目を編みました。5目鎖目を編みましたら、また同じところに長編みを編みます。はい、1目鎖目を編んで同じところにまた長編みを編みましたよ。はい、そしてこちらまた3つ飛ばしたところ、この目の隣から123つ飛ばした4つ目に細編みを編むことにしました。今回の模様はこんな感じです。今回の2段目の模様はこんな感じの模様を繰り返していきます。
もう一度いきますね。はい。3つ飛ばしたところ、4つ目のところに長編みを編みます。1つ鎖目を編んで、また同じところに長編みを編みます。終わったら鎖5目です。はい。また同じところに長編みを編みます。鎖を1目編みます。また同じところに長編みを編みます。はい。終わったら1、2、3、4つ目のところに細編みです。はい。今回の2段目はこのような編み方を繰り返して編んでいこうと思います。はい、こちらから14模様編んできました。最後の1模様目になります。15模様目になります。1、2、3、4つ目のところに長編みを編みます。で、1目鎖目を編んで長編みです。終わったら1、2、3、4、5目編んで同じところに長編みです。また1目編んで同じところに長編みを編みましたよ。で、最後3つ飛ばしたところに細編み。はい、もう1個最後こちらの鎖の3目めを割って細編みです。はい、細編みが2目続いて終わってます。出だしも細編みが2つからスタートしてます。細編み2目で始まって細編み2目で終わるタイプの模様にしてみました。全部で模様は15個入ってます。はい、それでは3段目いきます。はい、3段目に行くためにはまず立ち上がり目を4目編みます。1、2、3、4目。4目編んだら表側に返します。表側に返しましたら次の目のところに長々編みを編みます。長々編みっていうのは糸を2回かけます。2回かけて隣の目に針を入れ2本ずつ引いていきます。はい、長々編みになります。はい、長々編みを編みましたら次にこの真ん中よりちょっとこっち、ここの2本目の長編みのところに向かって代わり中長玉編みを編むことにしました。はい、それではいきますね。糸をかけて入れて引っ張ってストップ。糸をかけて入れて引っ張ってストップ。糸をかけて入れて引っ張ってストップ。押しましたら糸をかけて1個手前で一度引き抜きます。はい、それからもう一度かけて引き出します。ね、これで代わり中長玉編みができました。はい、代わり中長玉編みができましたら2目の鎖目を編みます。そしてこの中心部分、真ん中かなと思うところに、はい、糸とか割らないでこの真ん中かなと思うところに針を入れて細編みを編みます。はい、はい、それではもう少しまたいきますね。2目の鎖目を編みましたらまたですね、ここに向かって代わり中長玉編みを編みます。糸をかけて入れて引っ張ってストップ。糸をかけて入れて引っ張ってストップを3回します。はい、そして糸を手前まで持ってきてからかけて引き抜きます。はい、終わったら鎖を1目することにしました。はい、ではもう一回いきますね。ここに向かって代わり中長玉編みを編みます。糸をかけて入れて引っ張ってストップ。糸をかけて入れて引っ張ってストップ。また糸をかけて入れて引っ張ってストップしたら1個手前で一度引き出し、またさらに引きます。はい、はい、これで代わり中長玉編みができました。鎖目を編みます。はい、そして真ん中
あたりに細編みを編みます。編んだら2つ鎖目を編みます。そしてまた変わり中長玉編みを編む。このような模様を考えてみました。はい、編み進みも早くてとても可愛いのでおすすめです。はい、模様が終わったら1つ鎖目を編むことにしました。1つ鎖目です。はい、鎖を1個編んだらここに向かってまた変わり中長玉編みを編んでいくという方法で模様を編むことにしましたよ。はい、一模様がとても早いので結構飛ばしたりいろいろしてる分ですね、編み進みがとても早いです。これから暑くなってきますからね、透かしの多い作品っていうのはとてもね可愛らしいですし、編み進みも早いです。ぜひねおすすめしたいと思います。で、一模様終わったら鎖を一目するのを忘れないでくださいね。はい、こんな感じで、同じパターンで最後まで編んでいきます。はい、これが終わったらいつも鎖一目編んでましたけど、最後は鎖は一目は編みません。最後は玉編みの後は鎖一目を編まずに長々編みを編みます。糸を2回かけて長々編みを編むことにしましたよ。はい、そしてこちら、はい、もう一度長々編みを編みます。はい、来ました。こんな感じの模様になってます。はい、それでは1、2、3、4段目いきたいと思います。はい、4段目はまず立ち上がり1目を編みます。1目立ち上がり目を編んで裏に返しましたら、2段目と同じ編み方になります。2段目と同じようにここに細編みを編みます。はい、編んだら印を入れとくといいかもしれませんね。4段目を編んでます。次のところも細編みを編みます。はい、この段はこの4段目は2段目と同じ編み方を編んでいきます。はい、こちらの細編みが前段で細編みが入っているところの部分にまず長編みを編みます。はい、長編みができたら鎖を1目編みます。同じところにまた長編みを編みます。長編みを編みましたら鎖を5目編みます。先ほど長編みを入れたところと同じところに長編みを編みます。はい、1目鎖編みを編みます。1目鎖編みを編んでから同じところに長編みを編みましたよ。はい、そして次のね細編みをするとこなんですけどの2つの間のところに鎖を編みましたね。で、側に何もないところに針を入れて側に細編みです。はい、これが4段目の模様になります。4段目の編み方は2段目とほぼ同じ編み方になります。針を入れるところがね、この細編みのところとここの間の側に入れるところ、こことここですのでね、そこだけ気をつけて編むと編みやすいんじゃないかなと思います。で、まずね、2模様目、長編みをここに編みますね。長編みを編んだら1目鎖でしたね。で、長編みを編んで鎖を5目編みます。で、鎖5目を編んだらまた同じところに長編みを編むことにしました。はい、そしてもう1目鎖目を編んでまたここに長編みを編んでみましたよ。はい、
そして終わったら、ここにね、側に細編みっていう風な模様を考えてみました。一段を編むと高さが結構出ますので、編み進みが早いんじゃないかなと思います。こんな感じで4段目は2段目と同じ編み方なんですけど、針の入れるところにちょっと注意をして、こんな感じで編んでいこうと思います。編んできました。はい、最後のところになります。4段目最後のところになります。長々編みの頭のところに針を入れて細編みを編みます。はい、で最後の目はここ鎖が4目のところの4目目、隣の目ですね。ここの目を割って、そして細編みを編みましたよ。はい。そうしましたら5段目に行きます。立ち上がりを4目編みます。1、2、3、4目。4目編みましたら表側に返します。はい。表側がこちら側になります。長々編みです。2回かけて針を入れて2本ずつ引いていきます。はい。でこの後は鎖も編まずに直接ここに変わり中長玉編みを編みます。変わり中長玉編みができましたら2目鎖目を編んで細編みです。で3段目と同じ編み方になります。2目鎖目を編んでから最初の長編みのところに向かって変わり中長玉編みを編みます。はい、模様が終わったら1つ鎖目をします。またここに変わり中長玉編みです。はい、編んだら鎖を2目です。細編みです。また2目鎖です。このように繰り返し編んできます。5段目ずっと編んできてます。この方に来ました。変わり中長玉編みを編んでから鎖1目を編んでこちらに変わり中長玉編みを編みます。終わりましたら鎖は編まないで直接この後ろから2番目のここの細編みのところに長々編みを編みます。糸を2回かけて針を入れて、そして2本ずつ引いていきます。はい、最後はこの印の入ってたね編み始めの部分ですね。ここに長々編みを編みます。はい、これで5段目が編めました。立ち上がり3目編みます。はい、3目編みましたら裏に返します。はい、で、裏に返しましたらここ次の隣の目に長編みを編みます。鎖の目は針中長玉編みの頭です。ここに長編みを編みます。ここの中に長編みを2本編んでいきます。前の段と同じ目数分の長編みを編みます。ですからここの細編みにも1本長編みを入れます。次は鎖2目がありますから編みくるむように長編みを2目編むことにしましたよ。はい、で玉編みのところは
頭に長編みです。そして忘れてはならないのがここね、間のとこ鎖編みましたよね。ですからここにも鎖1目がありますから、ここも編みくるむように長編みを編みましたよ。はい。隣にも長編みを編みます。はい。こんな風にして編みくるみながら長編みを編んでいこうと思います。ずっと編んできてます。長編みを編みました。で、こちら長編みの頭に長編み、鎖4目目のところに長編みです。はい、これで最初の目数と同じ目数の長編みになっていると思います。鎖3目も1目と数えますと全部で123目あると思います。立ち上がりを3目編みます。で、前段と前の段と同じ目数を長編みを編んでいきます。はい、ここは鎖3目が乗っかってますので、この隣に長編みです。糸をかけて長編みです。はい、色が途中でね変わってくるところもね楽しい感じです。このまんま1目に1目ずつ長編みを編んでいきます。はい、7段目を編んできました。はい、最後の方に来ました。123目目です。はい、長編みが123目編めましたところになります。はい、の編み方をこの後繰り返して編んでいこうと思います。で、最初は足元に細編みでしたね。はい、こんな感じで繰り返し3回編むことになりますよ。全部で123目あります。出だしと同じ目数になります。私はね、20センチぐらいになりましたので、はい、ちょっと切りがいいので私はここでね、脇の方の作業に行こうかなと思います。はい、ここね、最後の長編みが終わったところで鎖目を12目編んで糸を切ろうと思ってます。はい、ここから鎖目を1、2、3、11、12目。12目編みましたら、針を外して、マーカーをね、入れとくことにしました。はい、マーカーを入れといて、糸始末分ぐらいちょっと残してね、糸をカットしておこうと思います。編み地をこのようにくるっと1回転、半回転させまして、スレッドコードの作り目作ったのがここになります。はい。で、後ろから数えて34目目のところから糸をつけてスタートしていこうと思いますので、まず数えますね。数えた先に印を入れようかなと思います。はい。ここから数えて1、2、3、4、32、33、34目目。34目目ってここになるんですね。はい。で、同じようにね、こっち側もね、印をつけておこうかなと思います。こちら側も、1、2、3、4、33、34、34ってここですね。はい。端っこから34目目ずつのところに印をつけました。ね、糸切ったところがここにありますね。はい。で、こちらから編み始めていこうと思います。では、ここに糸をつけて編んでいきます。はい。長編みを編みます。まず3目で立ち上がります。1、2、3目。3目で立ち上がりましたら、隣の目に長編みを編みます。はい。
残ってるのが2本ちょうどありますから、ここに入れます。そして長編みを編んでいきます。1目ずつ編んでいきますよ。はい、1目ずつ長編みを編んでいきます。はい、最後の目はここです。鎖3目を1目と数えて長編みを34目編んできました。2段目に行きます。立ち上がり1目を編んで裏に返します。はい、裏側にしましたら足元に細編みを編みます。はい、はい、もう1目細編みを編みます。はい、はい、最初の方の細編みに印を入れておきます。細編みは2目編みました。はい、そうしましたら1、2、3目飛ばしたところにいつもの模様を編んでいきます。長編みを1個編んだら鎖をして長編み、その後は鎖が5目でしたね。はい、今までと同じ編み方ですので飛ばしますね。はい、模様の方は4つ編めてますね。前身ごろの3段目の立ち上がりは4目の鎖目になります。1、2、3、4目鎖目を編みましたら表側に返します。はい、はい、表にしました。もう直接鎖とかしないでここに向かって代わり中長玉編みを編んでいきます。で、終わったら鎖2目で細編みです。また鎖2目を編んでから代わり中長玉編みです。はい、後ろ身ごろの方と同じ編み方です。終わったら1目、終わったら1目鎖目を編んで、また代わり中長玉編みを編みます。はい、このようにして編んでいきます。はい、この後は長々編みを編みます。はい、はい、それでは前身ごろ4段目に行きます。立ち上がりを1目編んで裏に返し細編みを編みます。細編みはいつもの通り2目からスタートです。はい、前身ごろの4段目を編んでます。最後のところになります。1目鎖目を編んで長編みを編みました。はい、そうしましたらここに細編みですね。はい、でここの細編みで終わりじゃなくってもう1目ここにね鎖目がありますね。ここに向かって中長編みを編みます。はい、かけて入れて中長編みを編みました。はい、編みましたらこのまんま1目2目鎖目を編みます。はい、でここの中長編みを入れたところに向かって長々編みを編みます。糸を2回かけて長々編みです。はい、今は襟カーブを編みますよ。はい、長々編みを編みましたね。はい、そうしましたらこのまんま鎖を2目編みます。鎖を2目編んで、これがなんとですね5段目になります。はい、5段目ですので印を入れておくといいかもしれませんね。はい、5段目を編んでます。はい、それでは表側に返します。はい、鎖2目で立ち上がったことになります。
はい、そして長々編みの頭、ここなんですけど、ここに向かって中長編みを編みます。糸をかけて入れて中長編みです。はい、この後は2つ鎖目を編んでから同じ場所に変わり玉編みを編みます。1、2、3回中長編みの変わり玉編みを編みました。はい、この後はまた、1目鎖目を編んでからこちらに変わり中長玉編みを編みます。はい、2つ鎖目を編んで細編みです。はい、襟のカーブの途中までができましたよ。はい、あとね、ここ同じ模様ですからね、一緒にいきますか。2目鎖目を編みますね。はい、2目鎖目を編んだらここに向かって変わり中長玉編みです。はい、3回編んだら1個手前で出して、そして1目編んでからここに向かって変わり中長玉編みですよ。終わったら2目鎖目を編んで細編みです。はい、最後は鎖をせずに長々編みでしたね。後ろ身ごろと終わり方は一緒になります。はい、立ち上がりを1目編んだら、はい、こんな感じで5段が前身ごろの5段が編めました。はい、前身ごろの5段目はカーブがありましたね。はい、5段目が編み上がりましたよ。はい、次の段はすべて長編みです。最後のところにちょっとした、増やし目がありますので、ぜひご覧ください。はい、長編みを編んでいます。前の段の1目に1目ずつ長編みを編んでいるところです。大きなこのスペースは2目の長編みです。はい。で、変わり中長玉編みの頭にも1目長編みを編んで、玉編みと玉編みの間の鎖目のところはこちらのスペースに側に長編みを編みました。で、玉編みにも忘れずに長編みを編んでます。はい、この後この間もね、同じここのスペースと同じように、こちらのここのスペースと同じように2目の長編みを編みます。2つ長編みを編みます。はい、そしたらこちらの頭、中長編みの頭です。こちらにも1目編みます。はい。で、最後の目がここの印の入っている鎖目のとこなんですけれど、はい、最後の目はこの2目鎖目で立ち上がった目のここが最後の目になります。はい、こちらです。左側に2本あった方がしっくりいくと思いますよ。はい、ここです。ここに向かって長編み2本と長々編みを編んでいきます。まず1本目の長編みを編んだら、同じところにまた長編みを編みます。はい、終わったら長々編みをまた同じところに編みます。こうすると襟カーブがきれいにできますよ。はい、この後は鎖目を21目編んでいきます。
はい、1、2、3、4、5、19、20、21目、21目の鎖目を編んできました。21目目のところに印を入れておきます。はい、では立ち上がりを編みます。立ち上がりは3目です。1、2、3目を編んだら裏に返します。次の印の入った次の裏山のところに長編みを編みます。この長編みを裏山に1目に1目ずつ編んでいきます。はい、20本長編みを編んできました。最後こちらの裏山に向かって21本目を編みますよ。ここが最後になりますよ。どうぞご覧ください。はい、これで21本分ができました。鎖も1目と数えて1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21本の長編み、21本分の長編みができました。はい、そこで次のこの下の段の頭、長編みの頭にまず長編みを編みます。はい、次は長編みの頭ですね。はい、あとはね、全部長編みの頭にね、1目につき1目ずつ編んでいきたいと思います。カーブもできましたし、長編みは全部で3目を1目と数えましたら、はい、62目できました。では裏に返して模様にいきたいと思います。はい、そして模様の方はこの編み方を編んでいきますよ。3つ飛ばしたところに長編みです。はい、この後はね、おなじみの編み方ですので、はい、今までと同じ編み方です。を続けて編んでいきます。前身頃の方は端っこの方が細編みが2目になります。前立の方、ボタンホールとかを、ボタンが入るような前立てにしたいので、こちらは最後の5目分は全部細編みにしようかなと思ってます。はい。ですので模様は全部で1、2、3、4、5、6、7模様。模様は7模様。こちらの模様が7個編めましたら、あとは細編み5目を編む予定でいます。はい、飛ばしますね。はい、前身頃編んできています。模様が全部で7個編めましたら、その後は細編みになります。1、2、3個飛ばしたところに細編みを編み、細編みは全部で5目編むことにしました。はい、立ち上がりを4目編みます。はい、裏側にします。表側に返します。こちらが表側になります。この模様までの間はすべて長々編みになります。糸を2回かけて長々編みを編みます。鎖4目も長々編みとカウントすると5目あることに、5目の長々編みを編んだことになります。はい、この後からは普通の今までと同じ模様になります。鎖も編まずに直接変わり玉編み目です。
2目編んだらゴム編みです。2目編んだら代わり玉編みです。はい、このような感じでまた模様を繰り返して編んでいこうと思います。後ろ身ごろと違うのはこの前立て部分のこちら5目分のところがずっと、細編み5目もしくは、鎖4目と長々編み4目というのがずっとここが続いていくところですね。あとこちらの端っこは後ろ身ごろと同じで細編みのところは2目、2目の長々編みになってます。はい、このまま繰り返し編んでいき、先ほどの、後ろ身ごろの分、はい、この分、この長さの分、ここからここまでの分までをこの編み方で編んでいこうと思います。こんな風にね、ここまで続けて編んでいこうと思います。61目編んできたところになります。はい、最後の1目です。はい、鎖目の3目めを割って62目めを編みます。はい、編みましたらここから鎖を12目編みます。1、2、3、4、5、11、12、12目編みましたら糸を閉じ分を残してカットしておきます。はい、カットしましたらこのままですね、今、表側を向いてるんですけれども、このままね表側を向いてるんですけど、このままこのように、はい、表側を外側にしてこのような感じで折り曲げますね。はい、そうするともうちょうどね分かりやすいようにこっちが前身ごろ、こっちが後ろ身ごろっていう風になります。で先ほどね、糸をカットしたところがここ、62目の長編みを編んでから鎖を12目編みましたところです。でこの目の続きとしてここに引き抜いておきたいと思います。後ろ身ごろの一番端っこの目に、このようにね鎖3この長編みの1個前の目に、引き抜きたいのですけれども、面倒だったらこういう風にね割ってこのまま引き抜いてしまうのもいいですし、これでも全然いいんですけれども、もし余力があるんだったら、ここのね12目編んだ段階で、はい、12目編んだ鎖がね12個編んだところ、ここがね編み終わってからもう一回いきますね。長編みが編み終わってから1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12目を編んだところで糸をこう出しちゃって、はい、そして閉じ針に入れてこの最後のこちらからしたら最初ですね、最初の長編みの1個前のこの鎖のね一番上のここ、はい、ここに針を入れて、はい、糸が出てきているところに針を入れますと鎖目がつながっているように見えます。よかったらやってみてください。綺麗に見えますよ。はい、でこれができましたら裏の方に糸始末をしていきます。表から見えないように、糸を隠す感じで入れていき、数センチ入れましたら編み地を切らないように糸をカットします。はい、このような感じで左側が出来上がりました。
今度はね、右側の前身頃のスタートになります。まず糸つけるところ、こちらですね。鎖の3目で立ち上がります。で、鎖3目を長編み1目とカウントしますと、ここはすべて1目ずつ長編みで編んでいきますので、全体でこの1段目は34本の長編みができると思います。で、この続きについては次回ご紹介をさせていただきます。最後までご視聴ありがとうございます。よろしければ高評価、チャンネル登録をどうぞよろしくお願いいたします。楽しい時間を過ごしてください。あずきニットでした。